この動画は、以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？今年は酷暑の嵐でございましたが、皆様体調の対策は十分でしょうか？私は思いっきり崩してすごいことになりました。皆様も十分お気をつけてお過ごしください。そんだば本日の本題に参りましょう。今回の作品は、怪異がまつわる世話物狂言、もののけ。もののけは2007年に放送された、全12話のオリジナルテレビアニメだよ。平成アニメの歴史において、豊作の優勢を極めたであろう。2000年代、特に2004年あたりから2007年ラインナップの中でも、現在まで固定ファンの根強い、深夜アニメ有名作の一角だね。これは今では完全にアニメブランドとして名高い、2005年から始動したフジテレビ系列の深夜アニメ枠、ノイタミナの第8作目として制作、放送されたアニメだけど、2000年代の名だたる深夜アニメでどっぷり沼にハマった人間は、おそらく軒並み通過してるんじゃなかろうか？前回すでに紹介した、ガンプツ王から引き継いだ得意な美術、萌え系、日常系が多く輩出された中での重厚な時代物シナリオ、そしてミステリアスな主役が叩き出したキャラ人気など、とにかく多面な要素で話題に事欠かなかったアニメだったよ。舞台は、江戸時代とおぼしき近世日本。雨のそぼ降る街中で、一人の薬売りが旅館を訪れた。薬は間に合っているという番頭に、薬売りは宿を探していると告げる。その夜、薬売りが女将に薬を紹介しているのを尻目に、一人の妊婦が雨の中、宿を貸してくれと旅館にやってきた。乗馬も閉めて部屋も満室、やんわり追い返そうとする番頭に、自分は追われ、命を狙われていると妊婦は訴える。話が進まないのに業を煮やした女将が追い出そうとするが、どうしても無事に子を産みたいと妊婦が泣くのに折れ、女将は番頭に、ある部屋、を使うよう言いつける。そこは、普段は客を入れない秘密の部屋だというが、女将に案内される道中、妊婦は子供の笑い声を聞く。いつの間に壁に貼り付けられた大量の謎の札。どこからか密かに響く、獣のような息遣い。夜中にもかかわらずバタバタと元気に駆け回る、たくさんの子供の声。女で一人で産んで育てられるのかと女将と言い合いをした後、妊婦は自分一人だけいるはずの部屋に、だるまが転がっているのを見つける。だるまを拾い上げると、突然、それ返して、という子供の声が、妊婦の目の前には、どこから現れたのか、黄色い肌の幼児がいた。昔話みたいなあらすじだね。この、もののけ、は、日本の江戸時代を舞台に、薬売りの男の行く先々で怪異が現れる怪談ベースの物語なんだけど、おそらくこの第1話である、座敷わらし、前編、では、完全初見の人に対して、薬売りというキャラクターがどういう立ち位置なのか、あえて最後までぼかして書いているから、このあらすじではわかりづらいね。そもそもこの、もののけ、は、完全に独立したアニメではなく、少女漫画原作のアニメ放送がきっかけで立ち上がったノイタミナが、2006年に第3作目として打ち出した、全11話の古典怪談アニメ、あやかし。このうち中村健二監督が制作した、化け猫が人気を得て作られた、いわば、続編的なアニメシリーズなんだ。別の回で、化け猫にいたキャラも出るしね。なので、化け猫をすでに見ている人は、この薬売りが主役なのはわかるんだけど、見ていない人にとってはこの第1話は、薬売りの男がどのような挙動をするか、また、このアニメシリーズはどういう話し運びなのか、という、二つの説明に、徹底している、不思議なつかみの1話となっているんだよね。さて、根底にある、あやかし、はオムニバス形式のアニメだったんだが、この、もののけ、もまた、それを引き継いだオムニバス形式のアニメだよ。各エピソードが2話か3話構成で放映されたんだけど、
前回取り上げた、ジョーカー、ゲーム、ほど徹底して分けられてはなく、どちらかというと、数本ある OVA シリーズをまとめて地上波に流した、ような印象。しかしこの、もののけ、非常に話題になった人気作でも、その物語の作りはかなり読解力が必要だ。前述した通り、このアニメの根底にあるのは、怪談、であり、もっと言えば、最終的に薬売りがもののけを切って解決する、という、怪談の骨格が全てのベースとなっている。薬売りが現れ、もののけが現れ、これを対峙する。しかしこの流れには、一つ作劇場における制限が存在する。それが薬売りの代名詞的なセリフでもある。もののけの、形と誠と断りがなければ剣は抜けない、というもの。形とは、メタなことを言ってしまえばタイトルになっているあやかしの名前なんだが、もののけの形をなすのは、人の因果と縁し、誠とは、ことのありさま。断りとは、心のありさま。もののけの発生原因にはあやかしの他に、あやかしが結びつく要因の、出来事、と、それにまつわる、情念、精神状態、があるというわけだ。つまり、薬売りがもののけを切るとは、この三つの要因を解き明かすことに他ならない。そう、この、もののけ、というアニメのドラマは薬売りと登場人物の触れ合いではなく、発生するもののけのあり方に、すべて内包されているんだ。もののけの説明によって人間ドラマが解きほぐされ、そこに現場の登場人物が付随する、そういう物語の広げ方になっているんだね。作劇的には、薬売りが赴くところにもののけが発生するのではなく、なんかがトリガーとなって生まれたもののけを解明するために薬売りが出てくるので、もののけという主軸の説明のために、進行役としての狂言回しである主役と、それ以外に、俺はここにいられるか、部屋に戻らせてもらう、という具合に、怪異に反応して展開を広げるモブが多数配置される物語になっている。このアニメの話の構成はむしろ、妖怪が題材のお題小説と考えた方がいいかもしれない。凄惨な出来事に対する感情が高じて化けて出る古典的怪談。主役が人を惑わす怪異を退治する怪異退治の物語。そしてもののけの発生原因を解き明かすホラーミステリー。この3つの要素から、話の構造が組まれているんだね。そのためこのアニメに出てくる登場人物は、薬売りと誠に関わる人間以外、関係性としてはほとんどもののけに関わりを持たないので、実質ホラー映画でいうところの、ひたすら巻き込まれてひどい目に遭う一般人、であり、怪異現象に対するリアクション枠、解説枠になっているよ。一方主人公の薬売りは、切るためにもののけの発生する場に現れても、本当に怪異の類についてしか語らず、そのキャラクター性はむしろ希薄、というのも前述した通り、話の中心にあるのはもののけについてなので、別に薬売り自体がキャラクターとして深みを持つ必要がないんだよね。だから薬売りというキャラは、話の筋に必要な主役でありながらも、そのもののけを解き明かすためだけに物語に配置される、いわばヒーローと探偵の中間に位置する機能的なキャラクターになっているよ。その掴みどころのなさは、演じている桜井貴弘が困惑するレベルだけど、歌舞伎役者のような目を低く間取り、鮮やかな女物の着物と、人というよりは人外めいた非常に目を引くビジュアルに、桜井貴弘のあまり類を見ないウィスパーボイスの演技がついたことで、この機能性特化のキャラクター像は、むしろ視聴者から、ミステリアスなキャラとして好意的に受け入れられたね。ちなみにこの薬売りのキャラクター、あやかし、の頃とは、かなり印象が変わっているんだけど、これはそもそも、あの中で、化け猫、が一本きりの話として作られていて、もののけ、がある程度続く連作として作られていることに起因してるだろうね。あやかし、での、化け猫、というのは、佐賀に伝わる鍋島の化け猫騒動など、そもそも題材自体が物語として親しみやすく扱いやすいのに加え、初登場した薬売りは、後と比べるとまだヒーローらしいキャラで、本人も話しかけてくるキャラと掛け合いをやったり人間味が強く、後の、もののけ、よりもこちらが好き、という人もどうやら多いようですが、要はこちらの方が、かなりわかりやすいエンタメ作品になってるんだよね。何せオムニバスの中で一本だけ、オリジナルアニメで勝負をかけなきゃいけなかったからね。実のところ、人が言うほど、化け猫、と後の、もののけ、話の構成自体に変化はなく、薬売りの親しみ度合いだけが違うので、連作として脚本の方向性が決まったからこそ、あの薬売りと物語の数々が出来上がったんだと思うよ。
ところで、この、もののけ、のそれぞれのエピソードは、シリーズ構成を持たず、話ごとに脚本担当が違ってるんだよね。最初の、座敷わらし、と最後の、化け猫、では、舞台脚本を手掛けていた中もののけでアニメデビューし、後年のノイタミナ作となる、墓場鬼太郎を担当した高橋育子氏が、2番目の、海坊主、と4番目の、ヌエ、では、映画、ドラマでも知られ、アニメではレインやデジモンテイマーズ、そして、あやかし、では、四谷怪談、を手掛けていた小中千秋氏が、3番目の、のっぺらぼう、では、エブアや戦闘妖精雪風の制作に関わり、後に、空中ブランコ、でシリーズ構成を務めた、石川学氏が担当されているよ。ちなみにもののけの方の、化け猫、最終話のみ、あやかし、の、化け猫、の脚本を手掛けた、横手美智子さんが、カタカナ表記の名義で担当されております。そしてこのような5作の物語は、すべて視聴者に容赦のない、極彩色の鮮やかさと、凝りに凝った、絵による説明で語られる。最初に、読解力が必要、と言ったけど、このアニメは結構、絵から状況を読み取る力がないと、演出がピンとこないかもしれない、というより、このアニメ一周目で全て映像の意図は拾いきれないと思う。ウプ主は今回の動画のために見返して、ようやく納得できた部分が多々あります。何せ主役の薬売りは、形、誠、断りを明らかにするための、誘導尋問が喋る内容のほとんどを占めているので、どのように展開が進んでいるか、はわかるんだけど、なぜこの人物はこのように変貌したのか、とか、この話は結局何がどう進んでるのか、とか、決してセリフが直接説明することのない画面の情報量に対して、作中のセリフや話の展開を付き合わせて考えていく、そういう作業が、おそらく大体の視聴者に必要なんじゃないかな。この上、時代劇を見るのと同じ近世日本に関する知識が必要になるので、決してこの、もののけ、の物語は親しみやすいものではない。しかし、この一切媚びのない全体的に硬派な作風は、萌えブームや日常系アニメが台頭していた当時において、アニメの芸術性を重要視する層、そしてもともとアニメに親しんでいなかった層を、取り込むことに成功したんじゃなかろうか。その芸術性という点において、最も効果を発揮したのは美術だ。前編にわたって常に足の上から描かれたような画面構成に、屏風へ浮世絵水墨画、果てはグスタフ、クリムトにパブロ、ピカソまで、時代性と脚本のテーマに合わせた衣装のオンパレード。この和紙のような質感の画面は、通常のアニメ塗りの他に、色付きの和紙のテクスチャを貼り合わせることで作られているんだが、この技法は冒頭でも触れた通り、推し語りでも紹介した2004年のアニメ、岩窟王、で使われた、テクスチャをそのまま塗りとして、使用する技術を、中村健二監督が採用したことで実現したんだ。ちなみになぜこのような絵面になったかというと、大元の、あやかし、まで話は遡る。もののけ、も担当した中村健二監督は、実は、化け猫、が初監督作品。怪談でアニメを、と依頼されたはいいが、どうもピンとこない。しかも他の2作品に大幅に予算を持っていかれたため、通常の工程で制作するには日にちも予算も足りない状況。しかし、そもそも今までの手法では時代劇と現代劇の絵面は大差がない。そこでこれだと目をつけたのが、前田真宏監督の、岩窟王、だった。通常の塗りでは出せない、テクスチャによる独特の質感。そして何より、設定さえ決まれば通常の塗り工程よりも作業が早い。まさしく中村監督にとって、この技法は一石二鳥だったんだね。その他には、3DCG による画面設計を作ったりと、当時ではまだ新しかった映像手法を取り入れた結果、化け猫は、中村監督の初監督、初の痛みな作品にして、あの中で唯一、の痛みな参加2作目となる、もののけ、へと繋がることとなったよ。そのため、もののけ、の東映じゃない方の公式ホームページでは、サイケデリック万歳、もっとやれ。という、くっそ楽しそうな前田監督のコメントが寄せられています。ちなみにあの画面、制作側としては初体験のことが多かったので、少数派の尖った人材はテンション上げ上げで作業してたんだが、本当にこれで大丈夫
という空気が大半を占めていたそうです。そんな制作現場に笑顔をもたらしたのは、当時の2ちゃんでの感想だったそうなので、みんな、いいと思ったものはどんどん褒めていこうな。そんなわけで、ここからは恒例になりつつあるネタバレゾーンです。今回は、純粋に自分が改めて見直して思った、各話の感想を、ここにしたためておきます。テーマにメッセージ性が強く出ていなくても、こういう物語の描き方をするアニメは、一つの情景描写にいろんな解釈が発生するだろうから、未だ考え込んでたり、人の感想を見たい人の参考になれば幸いです。あ、未見の人はシークバー動かしてね。それではまず、座敷わらし、から、本当に久しぶりに見返したので、改めて見ると結構真面目に、ジャパニーズホラーしてるなぁと思い出させてくれた話ですね。シノにしか聞こえない子供の騒ぐ声と足音、一人でにくびり殺される傭兵、誰もいないわずの部屋で起こるポルターガイストに、無限回廊とか水質など、王道を行く古き良きホラー演出が光ります。座敷わらし、は、好きな人でもこれだけは真面目に怖がってる人が多い印象ですが、そういう意味では、他の話に比べて特段古典怪談らしい話だと思います。映像による暗喩表現も、女性と赤子の繋がった帯を破るという読みやすい演出で、実際導入としての第1話にふさわしい、入門エピソードかと、話以外ですと、個人的には何と言っても、田中理恵の熱演と、藤田佳子の老女と妙齢の女性の演技が同時に堪能できるところ、やっぱり藤田佳子さんの声は程よく色気があって最高なんだよな。うぷ主悪い姉さんが一番馴染み深いので見返したらたまらなくなっちゃった。田中理恵さんのヒステリック演技やっぱうまいよね。若さと女性らしさがベストマッチ。あと話よりも意識がいってしまうのが、エンディングスタッフロールに書かれた、ザ・赤子の文字。小松里香さんの演技が光っているだけに突っ込みたくなるこの文字列。そういえば、これオチで解釈分かれてるみたいですが、私はこのアニメ、暗いオチははっきり暗いオチで締める印象を持ってるので、まああれはハッピーエンドじゃないって感じです。あのオチに至るまでに、密かに供養のつもりであの部屋を残していた女将や、死のに受け入れられ、そして決別するイニシエーションがあるので、捨てられたものを成仏させる、良き怪談話の回だったと思います。そんでは次。海坊主。私としては構成が凝ってて一番好きなエピソード。初見でも親しみやすい賑やかし一同に、ド派手なもののけとあやかしの乱舞を、三部構成という贅沢な展開でお送りする一本。座敷わらし、がホラーの導入でドラマに引きずり込むなら、こちらは差し詰めもののけにおけるエンタメ側面が強く出ているね。主役の代わりに説明してくれる解説役の原料祭が投入されているため、もののけにしては地味に説明セリフが多い回でもあります。化け猫から続投のかよちゃんは、嬉しい視聴者が多いのではなかろうか。若元ボイスの海里う、なんだか色っぽい草原役の浪川、不審者さながらの坂口など、異様に声優陣が豪華で突っ込みたくなるのも見どころ聞きどころ。個人的にこの話、元帥様が最後綺麗になるのがよくわからなかったんですが、見返して思った。あれ精神の醜さに直結した表現なんじゃないだろかと。要は最後の姿が本来のものなんだから、もののけとして分離した。妹に恨まれてはいやしないか、という罪悪感におののく心を除けば、下心で自己保身に走ってから、取り返しのつかない段階で初めて愛される喜びを知った、一人のゲスな男の心が残るんですよね。この前振りとして、一応妙に綺麗めな顔立ちの草原が配置されてると思うんだが、つまりあの弟子は本当に心から新人に熱いまともな僧侶ってことだと思うんだが、いやミスリードが過ぎるわ。知識あると余計に紛らわしいわ。そんな綺麗なオチを用意しておいて、大オチに新たなもののけの誕生を予感させる、佐々木亮へのカットで締めるという、なんだかんだホラー要素も忘れない話。ホラー映画的な枠組みを利用しつつ、謎解きを大いに見せてくれる回でした。では次、のっぺらぼう。多分この回が一番初見で難しいと思われてるのではないかしら。オチがわかってると、最初から薬売りのセリフは説明的なものが多いんですが、この類の話って似たものを見慣れてないと理解しづらいよね。今見返してみると、エブアの最終版でシンジが、一人椅子に座ってうつむいてる、あのカットあたりの流れを強く連想します。人の手で殺されたもの、の断り。
人に死を肩代わりさせてしまったもの、の断りに続くのが、人からの圧力に耐えるために自分自身を殺し続けた悲哀、という断りなんだよね。のっぺらぼうは、平たく言ってしまえば昔のアニメからずっと続く、自己と世界に対する認識の話、一人の人間の内面についての問答であり、だからこそ理解できればすごくわかりやすい話なんだけど、それを絵によって画面でどう表現するかちゃんと考えられており、かつ実態は、お蝶から生まれたのっぺらぼうというもののけがお蝶に恋をしたんじゃないか、という、苦しむ彼女を知っていた他者がいた。オチに持っていく流れは、もののけの一エピソードとして、きっちり差別化していて完成度が高い。前半がお蝶と、のっぺらぼうである仮面の男の和やかな触れ合いが主になっている分、薬売りの介入によってお蝶自身の内面が明らかになっていく過程と、本当の気持ちを吐露し続けるお蝶のシーンは、作中屈指のきつい描写、桑島宝子の迫真の演技が輝いています。ちなみに冒頭、なぜお蝶が牢屋にいるのかという点については、一回のっぺらぼう冒頭で行われている会話を洗い出そうね。仮面の男は、このアニメで数少ないイケメン枠として重宝される CV 緑川。のっぺらぼうとしての性質も含めて、活躍はまさしく夢小説も書くや、ハイパー除けば2番手くらいに人気あるんじゃないかしら。複雑で重いけど、意外に後味だけはよろしい回でした。次。なんかこの話が一番好きって人を、当時は、よく見かけた覚えがあるんだけど記憶違いかしら？実際この話は、もののけ全体で見た時にこれだけちょっと、とっつきやすいがゆえに異質なところがあります。キャイにしか聞こえない、ギョイとか、まあネタとして扱われやすい割にエグい描写多いけどね、自分の望みを叶えるために姫を奪い合う男たちの滑稽さと、もののけを切るために淡々と彼らを口車に乗せる薬売りの、会話による掛け合いが中心になって話が進む、珍しい構成。そしてこれを見ているだけで、行動に詳しくなれるという行動アニメ。三者三様におっかなびっくりロシアン行動にチャレンジする様は、視聴者に一時の安らぎを与えてくれるけど、男たちの数だけ姿が増える三者三様のヌエや、行動に挑む男たちを楽しく見ること自体がヌエと同じ視点であったりと、何気に構成が意義深い回になっております。何より一番もののけの中で浮き立って見えるのが、当のヌエ本人、人情話で作られやすいもののけの中では、唯一無機物由来のつくも神的存在なのですが、自分が忘れられたくないから人を呼んできて取り殺す。夜な夜な取り殺した人間を再現して自分を取り合いさせて遊ぶ、など、なんだか人間由来よりも随分俗っぽくて笑っちゃうんですよね。ははは、愉快愉快、とか悪役っぽいこと言うのは出てくる中だとこいつだけ。そのため結構この回のバトルシーンは、正々堂々観客なしの1対1かつ、水墨画のモノクロ上で鮮やかな色彩弾ける、エンタメらしいものになっております。ところですごいどうでもいいんだけど、見返したら、意味ありげに出てきた犬が、最後普通にただの犬だったのに笑ってしまった。薬売りの締めがいい、お後のよろしい回でした。ようやく最後、化け猫、前作の、化け猫を、もののけの中で近代化改修したセルフリメイク回、前作を見返すと、その登場人物は思いのほかそのまんま移植されてるのがお分かりいただけよう。基本的に関係者以外は賑やかしの傾向があるもののけですが、この話に限っては、集められる登場人物が全員関係者という、最も王道ミステリー寄りの物語となっています。第一車両は関係者だけ、など、しっかりセリフで伏線も巻いております。しかし一人一人丹念にやられていく様子は実に気持ち悪く、ホラー描写も全く手抜かりありません。初見の時は、前作の印象強すぎて、まさかこんなさらに胸くそ悪い話になるとは思ってなかったので、結構渋い顔で見てたウプ主でした。やっぱ役が引き継がれてるっていうのはなかなか来るものがある。結構凹んだのは自分だけじゃないと信じたい。一方話の完成度はさることながら、前作では字幕をそのまま、ベタッと画面に直接貼っていたのが、こっちでは独白部分を、市川節子が原稿用紙に書き上げる演出で表現したりと、表現面でも近代化改修が行われていて味わい深い。何より締めの脚本を前作の横手さんが担当している構図は美しい。唯一薬とできるのは、冒頭でチンドンやヤタギ芸人に間違われる薬売りのシーンでしょうか。あれ、装いと同じく持ち歩いてる商品も昔のままなのか、あるいは一応商いをするつもりで時代に応じて商品も変えてるのか、どうでもいいけど気になってしまう。これは特にしっかり見返してほしい回なので、しっかり話さないけど、最終回にふさわしい、
スケールの広さと完成度の高さを有した回でした。それではネタバレ談義、これにて閉幕。作品についての推しが大体発散されたから、じゃあ音楽やらについてでも話すか。一番目を引いたのは橋本隆氏率いる作画パワーだけど、もののけは音楽面も結構話題を集めました。ギラギラにサイケな画面を包むのは、バンドネオンにラテンパーカスといった、アルゼンチン単語の風を感じるオープニングテーマ、加減の月はもののアニメでこれが流れるのはかなりびっくりしますが、よく聞けば内容に沿っている歌詞、ルパン三世の主題歌で有名な、チャーリー、構成の癖が強いボーカルは、かなりの中毒性。また、8話からの、ヌエ、以降からオープニングの映像が微妙に変わっていて、映像でもアハ体験が楽しめるオープニングとなっています。一方エンディングはジュジュの歌う、夏の花、で、ここからジュジュを知ったという人も多い一曲。こちらはバラードなので、映像の美しさと一緒に余韻に浸れるエンディングです。作中を彩る和風なサウンドトラックは、ナルトやフェアリーテイルなどで、海外からも評価の高い作曲家、高梨康春の仕事、もともとは楽器をフィーチャーしたハードロックバンドに参加している人物で、商売ロックや、フレッシュからスマイルまででのキュアメタルなど、熱く盛り上げるサウンドが特に有名ですが、もののけでは邦楽を中心に作られた曲で、作中の雰囲気を高めています。個人的には数人で会談するときに BGM として便利。作中では音楽がしっかり流れる場面はあまりないので、サウンドトラックの一曲としてしっかり聴くと、印象が変わるかも。音といえば、特筆すべき点がもう一つ。この、もののけ、では、大魔の剣の声を当てているのが竹本栄二なんですが、そのためか、作中では必ず竹本栄二が何らかの役で参加されております。なのでこのアニメ、実質、竹本栄二を探せ、なんだよね。かなりいろんなバリエーションでやっていらっしゃるので、見ていない人、気づいていなかった人は探してみよう。ちなみにこの、もののけ、コミカライズも発売されており、最初はヤングガンガンに、もののけの一部として前作の化け猫が掲載され、その後月刊コミックゼノンにて、前編が連載されて現在単行本が発売中です。蜷川弥栄子先生による、非常に再現度の高い美麗作画は必見。最終話の化け猫は、現在でも絶賛連載中で、今年の10月にようやく単行本下巻が発売決定したので、今でも雑誌連載に追いつけます。すべての始まりは2006年のアニメからだったけど、2019年の今でも、まだまだ楽しめそうです。さて皆様、縁も竹縄ではございますが、そろそろここいらで、お開きにさせていただきましょう。今回の推しポイントオープン。怪談を軸にした近世日本の物語。中村監督こだわりの CG を駆使した美術。とすべてに読解力を求められる重厚な演出。怪談を現代に生き返らせた本作は、美術の面、話作りの面のどちらにおいても独自路線としてオンリーワンだと思います。それは現代ではない過去の日本の物語を扱うにあたって、中村監督がどうオリジナルアニメとして成り立たせるか考え抜いた結果であり、アニメの常識を覆したい、という思いの込められた、ノイタミナという環境だからこそ、生み出すことができたと思います。この作品の後、中村監督はノイタミナでは最多の作品数を誇るようになり、人生何がどう転ぶかわからないことを、作品でもリアルでも教えてくれています。勘違いされがちですが、そもそもアニメに関わらず商業作品は、必ずしも全て作家の思うままに結実させられるものではなく、どんなに芸術性が高かろうが話の完成度が高かろうが、それを許容してくれる環境と観客があるから売り物として成り立つもの、売られていてなおかつ売り物が美しいことこそ、作家の努力の証です。もしこのアニメから、使われている日本美術に興味を持ったり、アニメが持つ芸術性というものの魅力に気づいたら、きっとあなたの視界に映るエンターテイメントの数々は、唯一無二の極彩色を見せてくれるでしょう。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。こう、満ちたようでございます。ここにいる私。あなたが見た私。私の知らない彼方の私。この身一つでありながらも、心は常世に糸を張る。死者が誘うは極楽か、戻れぬ読みへの入り口か。果たして形は、少女、岩倉レイン。その、誠と断りは。うるさいな。
静かにできないの？